今回は散々な目に遭いながらも、最後まで生き残った悪運の強すぎるギャグ要因、東山小紅について解説していきます。この動画の内容は第1部のネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。まずは東山小紅のプロフィールについて見ていきましょう。小紅は公安大麻得意4課所属の新人デビルハンターです。年齢は20歳で皆からは小紅ちゃんと呼ばれています。身長はかなり小さく、バディの洗いが大柄なこともあり、横に並ぶとその身長差が目立ちます。性格は臆病で常におどおどしてますが、時にはおかしくなって包丁を持ち出したり、トイレの水を飲もうとして気絶させられています。一見すると悪魔と戦える人物には見えませんが、先輩である姫野からは引っ込み思案だけどかなり動ける、と評価されており、スイッチが入ると途端に実力を発揮するタイプです。そんな小紅がデビルハンターになった理由は優秀な兄を大学に通わせるためで、家族の指示によって半ば強引に働かされているようです。小紅曰く風俗かデビルハンターしか選択肢がなかった、と話しており、かなり困窮した家庭環境が伺えます。死んだ父親の借金を背負わされた主人公デンジと重なる部分がありますね。小紅の趣味は美味しいものを食べること、です。しかし居酒屋で食事をした際に、こんな美味しいご飯初めて食べました。と感動するなど、これまでの貧困生活からか美味しいものの基準は低いようです。小紅の特徴は何と言ってもその不幸体質でしょう。デビルハンターとして働く中で愛車を廃車にされたり、路上で土下座したりと散々な目に遭っています。ただし地獄からは一人だけ五体満足で生還するなど、悪運の強さも持ち合わせています。小紅の家族構成ですが、9人の姉妹と父親、母親が存命なことがわかっています。仲良しな方の妹が登場しているため、姉妹の関係性は複雑なようです。小紅の実家はその姉妹の数のせいか裕福ではなく、先ほども紹介したように風俗かデビルハンターの2択を迫られる過酷な人生を送っています。ストーリーの終盤で、岸辺から家族とはもう連絡は取れない、と言われた際には、家族から離れる理由ができてよかった、と安堵しているため、家庭環境や家族関係はあまり良くないことがわかります。デンジとの会話では、嫌なことがない人生なんて夢の中だけでしょ、と話していることからもかなり辛い人生を送ってきたことが伺えます。またソフトクリームをおごってもらった際には、ソフトクリームを食べたのは人生で2回目、と喜んでおり、このことから自分の生活を犠牲にしてまで、デビルハンターの稼ぎを実家に仕送りしていると考察されます。小紅は姫野の下で新井とバディを組み、新米デビルハンターとして働いています。バディの新井は半年前からデビルハンターとして働いていることがわかっていますが、新井とのやりとりでは小紅が後輩のような立ち位置であることから、小紅のデビルハンターとしての経歴はかなり短いようです。ここで小紅のバディについて紹介していきます。一人目のバディは大柄な体が特徴の新井です。新井は愚直で仕事熱心な男性ですが、指導役の姫野からは実力不足、と言われており、デビルハンターの適性は低いようです。永遠の悪魔に囚われた際には小紅を励ますなど、兄のような一面を見せていましたが、テロリストの襲撃の際に小紅を守って殉職してしまいます。二人目のバディは暴力の魔人、です。暴力の魔人は毒が出るマスクの着用を義務付けられているほど戦闘能力の高い魔人です。しかしその見かけとは異なり小紅に対してかなり優しく、任務の際も自分だけで悪魔を撃退しています。またバディの小紅にアイスをおごるなど、同じ魔人であるパワーと比べると非常に理性的な性格をしています。このように暴力の魔人が小紅にとても優しい理由は、彼が荒井宏和の死体から作られたためと考察されています。ここで小紅の戦闘能力について見ていきましょう。普段はおどおどしていて、永遠の悪魔に閉じ込められた際は錯乱状態になり、デンジをかばった秋を刺してしまうなど、まともに戦えるようには見えない小紅ですが、一度戦闘モードに入るとそれまでの態度が一変します。サムライソードと対峙した際は素早い動きで、襲ってくる蛇の悪魔の背中に飛び乗り駆け抜けるなど、猿並みの運動力と俊敏性を見せました。その際は獲物の三徳包丁で腕を切り落とし、ノールックで銃を奪い反撃しています。また敵の攻撃を防ぐために転がっているデンジの死体で弾を防ぐなど、戦闘のプロとも言える動きを見せています。
このように戦闘モードになったコベには特殊訓練を受けたとしか思えないほど、常人離れした強さとなります。ちなみに戦闘では一度も契約悪魔を呼び出したことがありません。ここでコベニを語る上で外せないコベニの愛車について解説します。先ほど考察したように、給料のほとんどを実家に仕送りしているコベニですが、家族の送り迎えができるという理由で車を購入しています。車の車種はフィアット500で、ルパン三世の愛車としても知られています。まだ働き始めて間もないコベニが車を購入できることは、公安デビルハンターの給料の良さを示しています。しかし美味しい食事すらもほとんど食べたことがないコベニが、自ら車を買うとは考えにくいため、この車は家族に無理やり購入させられたと考察されます。こうして手に入れた愛車ですが、作中では波乱万丈の活躍をしています。登場して間もなくパワーの無謀な運転によって、デンジとアメリカの刺客を引き殺し、その後ホテルから投げ飛ばされた岸辺とアルドのクッションになります。そして最後はデンジの戦闘に利用され、バラバラに大破しました。このように大きな活躍を果たしたコベニの愛車は読者のハートをつかみ、第1回人気投票では所有者のコベニを差し置いて7位にランクインしています。ここでコベニの契約悪魔を考察していきます。コベニの契約悪魔は第1部で一度も登場していません。そのためどのような悪魔と契約しているのかは謎ですが、作中の描写から考察していきます。1、猿の悪魔。コベニは身体能力は異様に高く、サムライソードからも猿か、と驚かれています。このため、猿の悪魔、と契約している可能性は濃厚です。2、包丁の悪魔。コベニは戦闘時に包丁を愛用しており、包丁の悪魔、と契約している可能性も高いです。3、秘密の悪魔。また自己紹介の契約している悪魔は秘密、という発言から、その名の通り秘密の悪魔、と契約している可能性も考察されます。4、死の悪魔。コベニは極端に死を恐れているため、死の悪魔、と何らかの関わりを持つ可能性が考察されます。いずれにしても作中では未登場の悪魔であるため、第2部で明らかにされるのを待つしかありません。しかし命が脅かされるタイミングでも契約悪魔を使っていないことから、契約悪魔を使う代償はかなり高いことが考察されます。コベニの不幸体質はストーリーの終盤でも健在です。永遠の悪魔やサムライソードとの戦いで退職を考えていたコベニですが、愛車が大破し2人目のバディも失ったことでデビルハンターを退職。ハンバーガーショップに勤務しています。コベニの勤務するファミリーバーガーは接客に力を入れているようで、何か話す際に、あ、という口癖のあるコベニは、バイト中に平手打ちをされるなど厳しい教育を受けています。このファミリーバーガーにチェーンソーマンが来店した際に、接客を押し付けられたコベニですが、次々と店内の人が殺されていく状況と平手打ちのプレッシャーから、2度にわたってハンバーガーをぶっかけてしまいます。この後コベニを攻めたバーガーショップのメンバーは次々と殺されていきますが、落ちたハンバーガーを提供したコベニにお咎めはありませんでした。そして女とデートしてみてえなー、というデンジの願いを思い出したチェーンソーマンと、無理やりデートをすることになります。デートでは以前は美味しく食べていたソフトクリームが、極度の恐怖からか味がしない、と泣きまくっており、最後には踊れ、と命令されて、ダンスレボリューションのようなゲームをさせられています。ここでなぜコベニの元にチェーンソーマンが現れたのかを考察していきます。チェーンソーマンは助けを叫んだ悪魔の元にやってきて、助けを求めた悪魔と叫ばれた悪魔をどちらもバラバラにするという特殊な性質があります。コベニの働くファミリーバーガーにやってくる直前にも、助けて、という声を聞きつけていることから、チェーンソーマンを呼びつけたコベニは悪魔なのではないか、という疑問が浮かんできます。そこでこの謎について考察します。結論から述べると、コベニは悪魔ではないと考えられます。チェーンソーマンの聞いた助けを求める声は漢字。コベニのセリフはひらがなで表記が分かれており、この2つは別々の人物によるものとなります。ではチェーンソーマンの聞いた漢字の助けては一体誰の声だったのでしょうか。おそらくこれはデンジの心の声でしょう。第1話のポチタ、チェーンソーマンとデンジとの会話でも、助けてというセリフが漢字で表記されており、デンジのハンバーガーを食べてみたい、女とデートしたいという願いを果たすために、バーガーショップへ行き、
その契約を果たしたと考えられます。つまり第1話の伏線がここで回収されたということです。驚異の悪運で最後まで生き残った小紅ですが、高校生編ではヒロイン枠として登場するのでしょうか。公安関係のデビルハンターとしては貴重な生存者なので、第2部での活躍が期待されます。以上で東山小紅の解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。